皆さんこんにちは。今回はブラストキャビネットを買ったので、ブラストできるスペースを作ろうと思って倉庫整理をしてみたんですが、倉庫整理を始めたら NSR の部品が結構出てきて、こんな部品買ってたっけってものが結構あって、思い出してみると確かに昔ホンダの純正部品が再販になる前は一時期ヤフオクとかで部品を落札しまくる病気になってたんで、でかいパーツは覚えてるんですけど、細かいパーツとかは落札して届いた後箱も開けずに放置したものが結構出てきました。ここ最近急に NSR も値段が高騰しておかしなことになってますけれど、それ以前から乗ってた人は割と部品溜め込んでる人多いんじゃないですかね。それで倉庫内にあったものをかき集めたのがこれなんですが、他にもミッションとか確か数セットあるんで、フレームとスイングアームを購入すれば1台作れそうなんで、フレームを買っちゃいました。以前に SP の不動車を購入して起こしてるんですが、その時はボルトの固着との戦いだったんで、それに比べれば全バラ状態なんで、楽っちゃ楽ですね。それで作成する車両は MC21 の後期型を作ろうと思います。前期のクランクケースも持ってるんですが、いろいろ対策がしてある後期型のクランクケースを使います。これをやる前に1台バラしてちょっと整備したんですけど、全バラしたのがもう5年以上前なんで、細かいとこは全部忘れてましたね。それで実際にやるメニューは以前に金額と部品代をくっちゃべった動画を上げてるんですが、それとほぼ同じメニューでやります。どうせ作るなら SEC を作りたいんですけれど、パッと見たところ鑑識クラッチは1セットあるみたいなんですが、減水フォークは1本だけしか持ってなくて、もう1本作るには中のダンパーが必要で、それが手に入ったらリアサスと合わせて SE 化する感じですかね。動画ではフレーム周りから始めてブッシュ交換からやってるんですが、以前はソケットとかはめて古いブッシュを完全に抜いてから新しいブッシュをはめてたんですけれど、今はもうそれがめんどくさくなってしまって上から直接はめ込んでます。次にステムベアリングの交換をします。上下とも長いマイナスドライバーとかでぶったたけば取れます。上側は触った感じそんなに打痕はついてる感じはなかったんですけれど、やっぱり下側は打痕がついてましたね。ここは徐々に悪くなる部分なんで新品に交換しときます。そしてこの後新品のベアリングの受け側をはめるんですが、専用工具を持ってればそれでやればいいんですけれど、当然持ってないのでリングを反対にして打ち込みます。これを上下ともやってフレームの準備は終了です。それで一から作るにあたってちょっと問題なのがボルトなんですけれど、ボルトは以前に TZR と NSR をレストアした時のものが大量にあるんで、それをブラストしてきれいにして使おうと思います。表面の汚れを落としたいだけだったんで、ガラスビーズの100番を使ってやりました。アルミナを使うと研磨力が強すぎて表面の皮膜を破ってしまってすぐ錆びてしまうらしいので、軽い錆び取り程度ならガラスビーズで十分みたいで、それで部品自体は結構あるみたいなんですけど、ずっと倉庫の肥やしになってたんで、もう錆びが進んでたり汚かったりで清掃にだいぶ時間を取られました。それにヤフオクとかで落札してたものは安いもんしか確か落札してなかったんで、そのまま使えるかどうかも結構怪しいものが多いので、いろいろ手直ししながらちょっと進めないとダメな感じですね。メインハーネスとかも一つはあるの知ってたんですが、もう一つ出てきて使えるかなと思ってちょっと確認してみたら、ライト周りの配線が全部ぶった切られてて、それちょっと直して使わないとダメな感じでしたね。そしてガルアームなんですけれど、これも結構汚れがひどくてどうしたものかと思ったんですが、ブラストキャビネットには入らないものなんで仕方ないので、このクソ寒い中外で手動ウェットブラストをしました。この時気温がもう2度とか3度でめちゃくちゃ寒かったんで、
とりあえずその日できるとこまではやってみたんですけれど、翌日から雪が降り始めてもう作業ができなくなってしまいました。それでも表面だけ折らしてたんで裏側はやってないんですけど、裏側はまた汚れっからいいかって感じですね。その後コンパウンドとラップを用意してとりあえず磨いておきました。知ってる人も多いと思いますけれど、コンパウンドを使うときは布を使うよりラップを使った方が少ない量でできます。次にステムの部品の交換をします。ステアリングヘッドトップがちょっと曲がってたんで注文してみたんですけれど、注文できませんでしたね。となるとあるもん使うしかないんで、とりあえず修正して使うことにしました。修正した後ブラストをしてきれいにしたりしているんですけれど、毎回こんなことやってるんで全然先に進まないんですよね。次にベアリングの下側の受けを外します。ラスペで吹いて叩いたら割と簡単に外れました。次、下側のベアリングの受けをまた打ち込むんですけれど、これは先ほどと同じようにリングをまた逆向きに入れて使わなくなったフロントフォークで打ち込みました。トップブリッジなんですけれど、これもちょっと小汚いので塗装を全部剥がして再塗装したいと思います。トップブリッジの塗装は結構なかなか落ちないので、最初スケルトンを使って落としました。金ブラシでこすりながらやれば簡単に落ちます。塗装するのでなし地にしたいので、ブラストキャビネットに入っているメディアをアルミナに変更してブラストしました。部品はあるんですけれど、状態が悪いもん買ってたんでこんなんばっかでしたね。でも部品をひっくり返すとなぜか同じ部品を2つ買ってたりするんで、このステーはなんとかなりました。注文した純正部品の第2弾が届いたので、車体を先に組み上げていきたいと思います。とりあえずガルアームから始めたんですけれど、チェーンアジャスターがもうサビサビで固着寸前でしたね。これも分解してまたガラスビーズでブラストしました。ガラスビーズなんで多少の錆止めにはなるんですけれど、どんぐらい持つんでしょうかね。次にピボットシャフト部分のオイルシールとベアリングを交換します。もう見た目でオイルシールのリップ部分がボロボロだったんで、案の定ベアリングを触ってみたらゴロゴロしてました。オイルシールを取るとでかいクリップが見えるので、それを取った後プーラーでベアリングを2つ抜きます。ここにはオイルシールがついてないベアリングが2つ入ってます。抜いたら軽く清掃して、その後オイルをちょっと塗ってベアリングを2つ打ち込みます。この2つのベアリングはオイルシールがついてないのでグリスをたっぷり塗って打ち込みます。この2つのベアリングは突き当たるまで叩いて、その後クリップとオイルシールをはめればいいだけなんですけれど、左側のローラーベアリングを交換する場合は圧入の指定があるので、交換する前に目印をつけておいた方がいいですね。左側のローラーベアリングも交換しようと思ったんですけれど、モノタロウで注文したら注文できなかったので、触った感じ特に問題もなさそうだったのでオイルシールのみ交換しました。この後やるクッションアームのベアリング交換で全く同じことをやります。左右のオイルシールを外した後、ベアリングを抜いて再度打ち込むんですが、事前に目印はつけておいたのでそれに合わせて圧入します。動画の最初の方でやったチャンバーブッシュの圧入方法と同じ方法で 5.5 まで圧入しました。一応このローラーベアリングなんですけれど、文字の刻印のある方が上になるみたいです。その後オイルシールが辛い位置になるように叩いてスイングアームの準備は完了しました。この後チェーンスライダーとかチェーンガードとか小物をつけて完成です。始めたはいいんですけれど全然進まないので、不定期になると思いますが、なんとか作っていきたいと思います。